も全然やっぱお互い体できてるから、この前から大丈夫だなって思ってでもなんか教えてもらったことを使ってもらったりとか、右ミドルから右ストレートめっちゃ良かったですね。実践だとあれだとちょっとモーション大きいから、そうですね、あれもだんだん練習積んでちょっとずつあれを小さくしていく感じで、ちょっとコメントを教えてもらったことを伝えるように初めから習った技を試そうとしてますが、見事に防がれて、これ見本見せられちゃってますね。まずは今回習ったジャブで左に回って相手を誘導してローをやろうとしますが、見事にジャブに合わせてローやすね受けを準備されて、こうすると蹴られませんの見本を見せられ、逆に打ち終わりにインローからのジャブを亀ガードした僕の頬を叩くようなフックで、こうすれば左回り誘導できますよと見本を見せて、回ったところに右ミドルが待ってました。この後のジャブに対しての前蹴りをさばいてのローは、昔の癖で完全に勝手に蹴ってました。こうやっぱさすがな反応ですね。僕がカーフに行こうとした前足への荷重を読まれてカウンター動作に入られたので、そこで僕が蹴りをやめたら、それを確認した上でカウンターの動作をやめた反動を利用して腕を壊すキック流のミドルが飛んできました。せっかく習った技だったので、こんな感じでどうですか的に同じ技をここで蹴り返しました。ここ見事に習った技へのカウンター待ってました。ローを流して戻す足を踏み込み動作に利用して右ミドル。ブロックされたので右ストレートに行こうとしたら左フックがカウンターで待ってました。思わずやっぱり思ったように出せないなぁと首かしげちゃってますね。ここはそれぞれの方法でカーフをカットして、ミドルへの受け返しは先ほどと同じ吸い込まれた基本技です。ここも完全に狙われてましたね。今回はステップバックでミドルの威力を殺しながらさばいて、さっきまでは癖で返してしまっていたので、右ローではなくミドルに変えてブロックしてもらって右ストレートに行きましたが、もっとコンパクトにしないとさっきと同じこれもらいますよと左フックのカウンターで教えてもらった感じですね。ここでボディをもらって、僕も今回教わった技ばかりじゃなくて、ボディとか他の技にも挑戦しなきゃと思って、この辺りは何にしようかなと思って、なんちゃって亀ガードに挑戦してますが、ちゃんと習ってないので、ダメだ、わからんってなってますね、この辺。そしてこの辺り、体をひねってなんとかガードするものの、思いつきの亀ガードでは膝でボコボコにされることが判明したので、この辺りでなんちゃって亀ガードで相手を見ることを諦めて、空手の技術を取り入れながら自分なりの空手キックで技を出していこうと考え始めたあたりです。この辺からは完全に僕も空手流でカーフキック蹴ってます。この辺りは普段からよく使っている相手の重心が前足に来るタイミングを狙って蹴るカーフです。そしてここは佐藤さんにジャブで回らされてカーフ狙われてました。そして対抗してまたすぐ僕も切り返してます。そしてここのミドルはステップバックで流しています。ここで蹴り足狙いのカーフを蹴りましたが、見事な対角線のコンビネーションでローキックをヒットさせられちゃいました。ここも空手技ですね。相手のローキックをステップバックと流しを使い、戻り際に左の牽制で後ろ足の寄せと蹴り足を隠して前足の上段回し蹴りです。ここ完全に捉えられちゃいました。左フックをブロックさせて居ついた瞬間へのロー。この短い間でまさかの同じコンビネーションをこれ2度ももらってしまってますね。そしてこの辺りでせっかくだから空手の技で何かしたいなと思い、なら今までコラボしたキック系の人が苦手だった蹴りにしようと作戦を思いつき、この辺りから間合いを測ってローキック狙ってます感をアピールし始めてますね。ここもローのフェイントからのローです。そして
してここ完全に空手技のコンビネーションです。対角線のコンビネーションから反動を使ってローのダブルに見せかけての変則の上段回し蹴りです。正直格闘家スパーではこういう技の後はスイッチが入る人も少なくないので、ナイスと声をかけてあくまで冷静で紳士的な対応なのがさすがですね。そしてここ回らされてからの右ローから危なかったです。この日頻繁に使われている右に誘導してからの右ロー、ここで踏み込んで右を打とうとしたら読まれてスイッチの膝のカウンターが来たので、とっさに右肘を締めてとりあえず辻褄合わせ的な左ボディを返しました。ここ亀ガードで膝を受けることになり始めたものの、左膝に合わせてコーナーから脱出した瞬間、リングが狭いので次のコーナーを背負ってしまっていて、見事に回る方向を誘導されてのミドルですね。頑張って上体だけ引いて威力を殺して上体の戻しを利用したコンビネーションに行きましたが、カットされてしまいました。またこの左からの左流せませんでした。そして左ミドルをステップで流して片足の時にストレートを狙いましたが、簡単にかわされちゃいました。そしてここを狙いましたがブロックしてもらえませんでした。そしてこの辺り残り時間がないからもう一度ぐらい習った技を出したくて、明らかに何かを狙ってる感が出ちゃってますね。はい、ここもう一回挑戦してあっさりかわされます。ありがとうございました。今楽しいですね。なんかいろいろ考えながらしてもらってるから安心してやれる、挑戦させてもらえるっていう安心してますね。めちゃくちゃ楽しいです。楽しかったです。お互いなんか手はそれから来てるんですか。結局もう呼吸合ってましたね。そうですね。なんかこうしかも今日教わった技を試したいとか、なんかさっき途中で話してた技を見せたいとかっていうのがなんかそれを試させていただきながら、いやなんか最初期むちゃくちゃ緊張してたんですけど、終わったらただただ楽しいですありがとうございました。生ならではのなんか息遣いとかがやっぱあるかな。そうね、母に、俺普段スパーリングで母言うことないからいやありがとうございました。いや汗だくですよ。めっちゃいい運動だった汗だくいらっしゃる。まああれですね、徐々になんかこう信頼が出てきて、いろいろやってもらいたいとか、それなりに人もあったりして、それがまた楽しくて、もう本当にもう一回3年前に手を合わせてるから、もうなんかその時のなんか心が通じてるなと思って、やっぱ前回より全然面白いスパになりましたね。もう前回は多分僕が全く前よりはちょっとグローブが少し教わったことも活かせるようになったのかな。いや全然もう全くもう違いましたね。そうですか。ありがとうございます。全く違いました。今日も教わったことをなんか1個でも試そうかなと思って何回か失敗しながら右ミドルからの右ストレートはものすごく忠実にやってたし、なんだろうな、もうまさに僕が世界チャンピオンになった時と同じメンタリティの練習の仕方でしたね。多分極真のトップさすがいった方だなって思います。愚直にやるじゃないですか。そうですね、それしかないです僕も愚直にやってたんです。当たらなくてもいいから今教わったことをやろうと思ったじゃないですか。多分このメンタルなんですよ、大切なのって。多分僕もそれがやれたから上に行けたし、例えばあそこで右ミドルからの右ストレートになって僕が返しの左フックかなんかで食らっちゃって、その場の勝負考えてたらもうやらないんですけど、あれで食らったけど、でも別に俺はこれをやるって決めてるから、別にこれはこれだっていうふうにやれるから、なんだろうな、練習のための練習に全くなってない。引退してるのにもうちゃんと楽しくて蹴っていこうとしたら左合わされたんで、これ左今のやると合わされるから次じゃあなんか工夫しなきゃっていうのがちょっと楽しくてあれをだから
インターバルでいったのはあれをだんだんそのコンパクトにだからトップのキックボクサーたちはそれが一瞬でできるんですよね。パッと見外から見てるとただの体重移動してないように見えるけど、あれは多分一瞬でも必ずやってるんですよね。だからトッププロの真似をするのももちろん大切なんですけど、その前にもう一段階前に立ち戻ってもうちょっと基礎的な体の動きも学んでおくとよりつながるんじゃないかなと思いますけどね。オーケスさんマジでつながるわと思いました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。もうあれですね、一応学年的には僕1個下。そうですそうです。確かでも81年生まれで何月でしたっけ。6月。そうか、じゃあ1つ下。そう5ヶ月違い。一応今はもう同い年なんですけど、リスペクトをしてる方からなんか褒められるの嬉しいな。ありがとうございます。今日はですね、せっかくなので、改めてちょっと今回ルルブルールの体制よろしくお願いします。やばい。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。今日もJKF、改めましてで、練習させていただいたんですが、あれですね、そういえば池下と改めまして2箇所、そうですね。はい。よかったらちょっと集めて。はい。うちはJKF ジャパンキックボクシングフィットネスという名前でジムをやってるんですけど、ここの新玉橋とあと名古屋の池下という場所で2カ所でジムをやっています。で選手育成はしていないんですけど、スパーリングまではやることはできます。で本気のスパはやらずに、例えば今日やった僕と高傑さんとのスパっていうのは安心してお互いの攻防を見られるいいスパーリングだったと思うんです。これは何かっていうと、お互いが同じ強さでやろうとお互いが思っているんですよ。そうすれば変なスパーにならずにお互いの技を交換して技術を高め合えるすごいテクニカルなスパができるので、うちはお互いの強さを合わせてスピードとパワーを合わせてやるスパしかやってないので、そこら辺安全面を配慮してやってますので、選手にはなりたくはないけど、ちょっと強くなりたいなって人にはうってつけのジムだと思いますので、もしよかったらご連絡お待ちしております。ぜひ動画概要欄に詳細載せておきますので、興味のある方じゃご覧ください。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています。最新の技術やいいのを見逃したくない方は、いいねボタンとチャンネル登録して空手家国の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっすありがとうございました。めちゃくちゃ汗が出る。いや楽しかった。いいですか。今回のオンライン教室でお届けするのは誰でも今日から使える、カウンター技術です。止まってあげるっていうやつ、相手が取ることで来た時にパーンって打たして戻り際にパスになるもしくは、止まっていくという形で、あれだったらパーンってやってサポートこっちでもいいですし、これ最初